にちは。今日は留学についてのパート2をお話ししたいと思います。前回のビデオでは留学に行こうと思ったきっかけとか、行く前にどんな準備をしていたかとか、どれだけ費用がかかったかっていう話をしたんですけど、今日はできたらどうやって友達を作ったかとか、友達のこと、ホストファミリーのこと、できればどうやって英語を勉強したかと、あといくつか質問が来てたからそれも答えたいなって思ったんだけど、ちょっと時間を見ながら2つに分けるか1個で全部言っちゃうか決めます。じゃあとりあえず友達とかについて話しましょうまずみんな全然声をかけてくれません。もうなんか留学生大好きです、もう留学生が来たらもう絶対話しに行っちゃうみたいな子とかは別だけど、大抵の子はあんまり話しかけてくれません。最初私は自分の高校の制服で半年間過ごしたから、見たことない子いるんだけど誰みたいな感じで見られます。普通にバディって言って、その日本語のクラスを取ってる子、私がその子の授業、一緒の授業を受けに行くっていう風なのね。でその子にこうついてくんだけど、歩いてるとみんなからめっちゃ見られてすごくビビってたのを思い出します。留学行く前からも言われてたんだけど、自分から話しかけないと相手は自分に興味を持ってくれないよって言われていて、もうシャイなのに私全然話せないのに、本当どうしようかって思いながら話しかけました。なんで話しかけたのって言われると、あの子誰みたいな感じの反応してくる子には普通にHi, I'm from Japan って言ったら、ああみたいな、日本から来たんだみたいな、 I'll be here for 1 year って言ったら、ああ留学生なんだねみたいな、それ無視はされない。はいって言っても別に無視はされないから、それが始まりかな。あとは席とかが決まってるわけじゃないから、クラスでここ座っていいって言って友達に話しかけたりしました。あーふーんみたいな感じの反応のことは別にそんな仲良くならなかったけど、マジでみたいな感じの反応してくれることは仲良くなりました。でそれで仲良くなって、めっちゃ何々って日本語でなんて言うのとかすごい聞いてくるので、それを言わせるんだよね、私に。なんとかとか言うとそれを真似してくるとか、それでも笑ってみたいな感じで仲良くなりました。これね、絶対英語の勉強の仕方また次のビデオだね、終わんないで、あと向こうについて自己紹介みたいなものはしましたかっていうのがあって、全然してない。もうほんとポーンって、よくある日本が転校生来たら自己紹介するみたいなのは全然なかったです。日本語の授業でだけやって、そう、私のバディが日本語の授業を取ってる人だから、私も日本語の授業行ってたんだけど、その時だけは日本語で自己紹介して、みんながそれで勉強するみたいなのはやった。日本語の授業はね、一息つける場所だったから本当に好きだった。みんな優しかったし、私が仲良かった子たちとかの中でアジア系のバックグラウンドを持っている子たちも結構いたのね。お母さんとお父さんが韓国人だったり、お父さんとお母さん中国人だったりとか、でも向こうで育ってる子たち、本当に私のことをよく理解してくれたのね。大変なこととかも分かってくれたし、文化の違いとかから起こる私がすごい混乱してたりとか、そういうのも分かってくれてたし、授業とかも一緒に座ってくれたりして、本当に助けられてたのね。まさこまさこって言ってくれてたから、すごく嬉しかったです。向こうの友達と何して遊んでたか、普通にランチしたり、学校帰り、私シドニーに行っていたんだけど、学校があって、でそっから電車でね、5駅ぐらいのところにチャッツウッドっていう、どうだろう、名古屋で言うと名駅よりちょっとちっちゃいぐらい、シティほど栄えてるわけじゃないけど、もう全然そこで遊べるみたいなところがあったのね。そこにいつも行っていて、そこでおやつ食べたり、学校帰りに寿司食べたり、あと友達の買い物に付き合ったりとかして、チャツとはマジ週何回も行ってた。本当にカラーランとかそういうのあるじゃん、それのエレクトリックランっていうのに友達たちで行って、こうふざけながら走って、その日泊まったりとか、あと同じアパートの違う棟に住んでた友達がいて、ですっごいその子と仲良かったんだけど、その子とその同じグループの友達の誕生日ケーキを作ろうってなって、そう動画撮りながら作ってたの、私たち。
で夜遅くまでなんかほんとふざけながら作ったりして、思ってたケーキと全然違うようなケーキができちゃって、次の日持ってこうってなるじゃん。だけど夜遅くまで起きてたから2人とも寝坊しちゃって寝坊しちゃって、でなんか、私はさ留学生だからワンちゃんいないみたいになっても別に大丈夫なのね。でその子お母さんとかに電話かかってきちゃって、めっちゃ怒られて、すっごい気まずい感じでこうケーキを差し出したこともあります、友達におめでとうって言って。すごい楽しかったね。それは帰り際だったんだけど、私のそういう風に遊んでました。あとはホストシスターとかといっぱい遊んでたかな。でお別れ会みたいなのはありましたか？お別れ会はもう11年生、私10年生と11年生っていうとこまたいだのね。10年生が日本でいう高校1年生で、11年生が日本でいう高校2年生なんだけど、自分が高校2年生の時に行ったんだけど、その時に入ったのが1個年下の子たちと一緒にいたのね。でその子たちの学年が上がって11年生になった時に一緒にみんなでキャンプに行ったの、11年生全員で。でその時になんかさ、有志の発表会みたいなのがあって、歌う人とか踊る人とかがいたんだけど、その時に私の友達何人かが舞台の上上がったのね。でなんかウケるんだけど何やんだろうみたいな感じで見てたのね。そしたらなんかいきなり私たちの大切な友達にこれ捧げます的なことを言われて、私が舞台の上に呼ばれたの。もうなんか学年全員いるし、なんかみたいな感じになって、どうしようどうしようと思いながらこう上に上がっていくじゃん。そしたらなんかじゃあ歌いますみたいな感じで2人が最初歌って、でもう1人がピアノ弾いてて、ブルーノ・マーズの「カウント・オン・ミー」っていう歌知ってる？それを歌ってくれたの。友達は離れていたとしても必要な時にはすぐ駆けつけ合うしみたいな感じの歌なの。ちょっと聞かせたい。っていう感じの歌なんだけど、最初2人が歌ってたんだけど、なんかはいみんな一緒にみたいな感じになって、なんかみんなが歌ってくれたのね、一緒に。超号泣して、私その時にあともう何十分もずっと号泣してたの。私もうまだ泣いてんのみたいな感じのレベルで泣いてました。帰る最後の日にはみんなが寄せ書きをくれたんだけど、ルームツアーのビデオでみんなからもらった寄せ書きをちょこっと見せたんだけど、それともう一つ、じゃん、このパンドラの指輪をみんなでくれました。すっごい嬉しくって、へーみたいな、いいなみたいな感じで、私いつもつけてんだけど、結構これ動画でも何回もこう出てきてると思うんだけど、これつけてるとさ、なんでそれつけてんの、彼氏いるのいませんって言うんだけど、これそのために私説明するの、みんなのことを。みんな私に彼氏ができない理由を作ってくれてありがとうございます、感謝しています、嘘です。だけどこれはとっても大事です。じゃあホストファミリーについて話します。私のホストファミリーは8家族全部でありました。でその子たちの家を順番に回っていくっていう風だったんだけど、最初の家はね、ママが日本人だったからすごく私安心できて、最初全然喋れない時だったからすごい助けてもらえてたんだけど、まだシャイだったからすごいなんかもうあんまり喋らない子だったのね。次の家ではホストシスターが一人っ子ですっごいもう親友みたいな感じになって、次の家で私は結構自分の英語力結構伸びたなって思います。他の家もすっごいよくしてくれて、毎日ご飯を作ってくれたり、おやつを用意してくれたり、学校送り迎えしてくれたり、なんかいろんな場所に連れてってくれたり、私の話をすっごい聞いてくれたりして、特にね8家族あったんだけど、その中でも仲いいホストシスターたちとはもう何でも話してたの。夜遅くまで、もう夜中まで、もう恋バナからなんかほんとアホみたいな話までめっちゃしたのね。今でも恋バナめっちゃするんだけど、そのことを自分のこと好きって言ってくれてる男の子の気持ちがわからないとか言い出して、日本人の私になんかよくあるじゃん、探りみたいなそれやらせてさ、なんか実際ちょっとどう思ってんのみたいな、いや彼女はこうでこうなんとかなってみたいな、すごいさ間に入ってやったりとか。でもそれもすごく楽しくて、みんなよくしてくれて。あとホストシスターの友達、私のホストシスターはみんな私と同い年だから
ってことは1個上の学年にいるのね。その学年の違う友達もできて、でホストシスターの友達たちみんなよくしてくれて、私にすごく良かったかなって思う。私が英語を勉強するにあたってホストファミリーとの関わりは本当に大切で、寮とかに入ってたらまた別の環境でそれはそれで英語勉強に慣れてたと思うんだけど、私にはすごく向いてる勉強の仕方だったの。中国系のホストファミリーとの関わりが私にとってはすごくぴったりな感じだった。最初はいろいろ戸惑ったけど、その話もまた後で英語の勉強の仕方についての話の時にします。ホストファミリーとのねエピソードではね、ビヨンセのコンサートに連れて行ってもらったりとか、ブルーマウンテンに連れて行ってもらったりとか、もう私が食べたいって言ったものをね何回もくれたの。何回もね、私が好きって言ったらまた連れて行ってくれて、 This is all for you とか言って、もうみたいな感じですごい食べ物を与えてもらったりとか、いろんな家があるんだけどね、すごいいいことをすごく喋ってるけど、私なんかやっぱりみたいなこともありましたね。はい。私がなんか一個すっごいなはぁと思ったのは、なんかこれから留学に行く人はこれを覚えていった方がいいのかわかんないけど、なんか北海道から沖縄までの距離ってどんぐらいって言われたの。わかんないじゃん。なんかわかんないですって言ったら、なんか日本人なのにわかんないのって言われたりとか。私釣りとかあんましたことなくて、なんか釣りに行くっていうから釣り初めてやったみたいな言ったら、日本人なの釣りしたことないのとか言ってきたりとか。まあね、我慢は必要だと思う。さすがにね、私エビとカニアレルギーなんだけど、エビが餃子の中に入っていた時は発狂したよね。私5回ぐらい聞いたのかな、エビ入ってない、カニ入ってないって聞いたのに、大丈夫大丈夫入ってないよとか適当に言われて5回ぐらい聞いたんだよ。なのになんかだんだん耳が痒くなってきたのね、私の。だからなんか餃子開けたら中になんかピンクいエビが入ってまして、待ってエビじゃないこれみたいな言ったら、やっとパッケージを確認しに行って、なんかエビと豚どっちも買ってるじゃないみたいな感じになって、何その茶番みたいな、確認してよみたいな、私言ってたじゃん、さっきも聞いたしみたいな。でもそんぐらいかなってなったのは。あと大きな出来事はね、食中毒にかかったことかな。めっちゃくちゃ仲いいその恋バナの子の家だったんだけど、新しくできたレストランに食べに行って、でなんか揚げ物食べたのね。でなんかそこの油のせいだと思ったの。みんななんかもうすっごいやばいぐらいに食中毒になっちゃって、食中毒っていうか食あたりになって、ホストシスターと言ったのにお母さんもなんか吐いてたの。なんでお母さん吐いてんのみたいな感じになるじゃん。でよくよく考えたら、私たちなんかソーダとフルーツを入れてこうアイスを自分で作るみたいな、多分それがダメで、なんかすっごい気持ち悪くなっちゃって、私3日間ぐらいすごい寝込んでたんだけど、でお母さんとか自分もすごく体調悪いのに、一番最初に治ったんだけど、お母さんがめっちゃ看病してくれて、大丈夫大丈夫っていろいろ作って持ってきてくれて、でなんか何も悪くないのにずっとごめんねごめんねってずっと謝ってくれて、もうねそれもいい思い出って思うぐらいに本当に楽しかったです。友達作りのコツとして私が思ったのは、いろんな説があるじゃん。1年だからいろんな人と出会っていろんな人と喋るのがいいみたいな。それも私すごくいいと思うの。だけど私はすごくシャイだから、いろんな人と平等に同じように話せないのね。どっちかっていうと、私は狭くてもいいから何でも話せる友達を作るのがすごくいいかなって思った。なんかだってさ、例えばいろんな人と喋ってみたとしても「元気?」みたいな「元気週末何してた?」ぐらいは話せるけど、そこまでしか話せないみたいな子とかもいるじゃん。でそういう子が多いより、そういう子もいてもいいけど、すごく自分が何でも話せる友達ができた方が英語の勉強になるかなと思ったの。だから私は結構どっちかっていうと、学校で自分たちが仲良かったグループの子とホストシスターたちには何でも話せたの。本当に今でもすごい人が変わったように一気に喋れるようになるのね。自分がどんだけ下手くそなこと言っても分かってくれるってもう分かるから、そういう子たちと話すことで私はすごく英語が伸びたかなって思いましたっていう感じかな。友達とかホストファミリーについては、ホストファミリーと喧嘩することとかはなかったかな。怒られることも私全然なくて、友達と喧嘩したこともないし、何でも話せる人とでもとにかく出会うべきだと思います、私は。それが今日のコンクルージョン
はいっていう感じでお話ししました。でホストファミリーとの関わりとか友達との関わり、私が英語勉強するにとってすごく大事な要素となったので、それのやり方とか次英語の勉強の仕方について話す時にもうちょっと詳しく話したいと思います。そんな感じです。パート2は。パート3もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。 SNS のフォローもよかったらお願いします。それではバイ